斉藤くんはゴルフなんて経験ないだろ。コースを回るにもまあまあの料金がかかるからな。君の安月給じゃ打ちっぱなしに行くくらいじゃないか。はあ。今日は会社の金でゴルフできるからよかったな。そうそう、この前の契約の話だけど、俺に勝てばいいねで契約してやろう。本当ですか？なんだ、もしかして俺に勝てるとでも思っているのか。谷川は高笑いしていた。するとキャディーの岡田さんが俺の方に近づいてきて、こっそりとあることをささやいた。そうだ、笑っているのは今のうちだ。自分の言葉に後悔するがいい。俺は斉藤弘樹、28歳のサラリーマンだ。俺が働いている会社はいわゆる下請け会社で、元請けから降ってくる仕事のおかげでなんとかやっているような小さい会社だ。それでも社員は自分たちの仕事に誇りを持ってやっていたし、大半の元請け会社は俺たち下請けのことを見下すようなことはしなかった。ある一つの会社を除いては。斉藤くん、この納期じゃうちは困るんだよ。別にうちとしては他のとこに頼んでもいいんだからね。そんな、最初におっしゃっていた納期よりかなり早いじゃないですか。それはさすがに無理ですよ。それなら仕方ない。他のとこにお願いするから、そちらとの契約は白紙で。こちらはもう生産体制に入っているんです。今さら白紙なんかにされたら困ります。そうだよな。じゃあ納期はこれで頼むわ。わかりました。こんなやりとりがいつもの谷川の会社だった。担当の谷川だけがこうなのか、会社として下請けのうちの会社を見下しているのかはわからないが、こうやっていつも無理な要求をしてくるのだ。現場にも迷惑がかかるし、できればそんなことはできないと突っぱねたいのだが、そうも言ってられないのが下請けの悲しいところだった。俺は現場に頭を下げて、なんとか納期を繰り上げてもらった。機械をギリギリ長い時間稼働させて、なんとか納品は間に合ったのだが、今回はなんとか納品できましたが、スケジュールの変更は早めにしていただけるとこちらも助かります。次回もよろしくお願いいたします。あれね。ごめんごめん。俺の勘違いで、納期は1週間後でよかったわ。え？連絡するの忘れてた。まあでも、頑張ればギリギリの納期でも大丈夫だってことが分かってよかったわ。俺はそれを聞いて谷川に詰め寄りたい気持ちでいっぱいだった。社員がその納期のためにどれだけ時間や予定を犠牲にしたと思っているのだろうか。谷川の言い方は面白がっているようにしか聞こえなかった。俺は怒りを抑えながらも、途中で納期が違うと分かったなら連絡をいただきたかったです。僕たちも谷川さんに指定された納期に間に合わせるのは正直大変だったので。と言ってしまった。すると谷川は気分を害したのか、はあ、下請けがうちの会社に口答えするのかよ。文句言うなら契約をやめてもいいんだからな。と脅すようなことを言ってきたんだ。いえ、文句ではなく、下請けなんて仕事がもらえるだけありがたいって思っていればいいんだよ。うちからの仕事がなければ会社は潰れるかもしれないんだから。谷川はこうやって徹底的にうちの会社のことをけなしてきた。下請け会社のことを一体何だと思っているのだろうか。だがやはり立場が弱いのはこちらなので、俺はそれ以上反論することはできなかったんだ。俺はこの状況を上司の溝口係長に相談した。谷川さんは元請けという立場を利用してこちらに無理な要求ばかりしてくるんです。このままずっと言いなりになってばかりでは困ります。斉藤の苦しい立場も分かってるつもりだ。分かってるんだが。
その先は聞かなくても想像できた。谷川の会社との取引がなくなれば、うちの会社としては大打撃だろう。業績にも大きく関わってくることから、うまく付き合っていくしかないということなのだ。僕も社員としてはうまくやっていかなければいけないとは分かっているんです。苦労かけるな。あの会社も以前はそんな無茶を言ってくることはなかったんだが、今の担当になってからガラリと変わってしまったな。そうなんですか？では谷川さんが。溝口係長の話では、谷川の前の担当の時は今みたいなことはなかったらしい。ということは会社ではなく谷川個人の問題なのかもしれない。ただ元請け会社に担当を変えてくれということもできないし、結局は谷川が異動にでもなるかして担当が変わる以外の解決策はなさそうだった。そんなある日、谷川との打ち合わせに行くと、っていうかさ、斉藤君ってあんまり気が利かないよね、と唐突に言われたんだ。俺はもしかして何か不手際があったかと思って焦り、何かありましたでしょうか？気がつかなくて申し訳ありません。で、とりあえず謝ってしまった。不本意だが、前みたいに気分を害して会社のことをいろいろ言われるのも嫌だったから。すると谷川はニヤニヤしながら、違う違う、何かあったんじゃなくて何もないから言ってるんだよ。どうしてそれに気づかないかな、と言った。怒っているというわけではなさそうだが、何のことなのかさっぱり見当がつかない。俺は谷川が何を言いたいのかが全く分からず、ただ困惑して黙ってしまった。そんな俺の様子を見て谷川は、本当にわからないの？そんな鈍感なのは社会人失格じゃないかと思うんだけど、と嫌な笑い方をしていた。申し訳ありません。いつもうちの会社が仕事を依頼しているおかげで助かってるんだよね。はい、それはその通りです。じゃあさ、いつもお世話になっている俺に対してさ、接待の一つでもしてくれてもいいんじゃないの？接待ですか？俺は谷川の口から出た言葉に驚いた。他の取引先からもそんなことを言われたことがなかったし、今はどこも経費が厳しいし監査もあるから、接待というのは一昔前の話だと思っていたんだ。少なくとも他の会社からはそんな言葉を聞いたことがなかった。例えば元請けの会社や取引のある会社で懇意にしているところと食事会くらいはすることもあるが、それも数えるくらいだったのだ。それでは今度食事会でも、俺がそう提案すると、食事会だって冗談でしょ。綺麗なお姉さんのいるところに連れて行ってくれるんじゃないの？と言ってきた。いえ、それはちょっと。男と一緒に飯食っても何も楽しくないだろ。はあ、そういう店で接待してくれということなのだろうが、俺もそういう夜の店には興味がない。ただこの日は上機嫌で、契約の際も無茶を言うこともなかったから、上司と相談してみますと答えた。連絡待ってるからね。谷川はそう言って去っていったが、俺は頭を抱えてしまった。とりあえず溝口係長に相談してみよう。俺は会社に戻り、すぐに係長に相談した。そういうわけで、どうやら夜のお店で接待してほしいみたいなんですが。そうか、食事会ならしてもいいとは思うんだが、今のご時世なかなか難しいよな。そうですよね。わかりました。一旦食事会の方向で提案してみようと思います。いや、今回は個人的に俺が谷川さんを接待しよう。それに斉藤もついてきてくれ。いいんですか？ただ、あくまで会社としてではなく、個人的にということを念押ししてほしいんだ。わかりました。そのことを谷川さんに電話してみると、かなり喜んでいた。そして翌日、係長に連れられて、俺は初めて夜のお店に来たんだ。
溝口さんもなかなかいい店を知っているんですね。もしかして結構好きとか？私くらいの年齢の男は若い時はよく先輩や上司に連れて行ってもらったものですよ。最近は行くことはないですけどね。そんなことを言って、実は今でもよく通っているんじゃないですか？谷川は係長の肩をバシバシ叩きながら軽口を叩いていて、俺は見ていてヒヤヒヤしっぱなしだった。いくら下請けの社員とはいえ、係長はかなり年上で役職もついている。なのにとても敬意を持っているような態度ではなかった。谷川さん、いつもうちの会社に仕事を任せていただいてありがとうございます。やっぱり溝口さんは分かってるな。こういうとこだぞ、斉藤くん。君は元請けに対する感謝というものが足りないからな。しかし谷川さん、接待を強要するような発言は慎んでいただきたいと思っています。そう係長が言うと、谷川は座った目で睨みながら、別に強要なんてしてませんよ。斉藤くんがちょっと気を利かせてくれただけで。と言い訳し始めたんだ。そうですか。それは大変失礼しました。そういうことで、このようなお店はうちの会社でも接待として経費は出せないので、今日は私のポケットマネーということで。それは安月給だろうに申し訳ないっすね。ごちになります。いえいえ、いつもお世話になっていますから。それもそうですよね。そちらさんなんて吹けば飛ぶような小さい会社ですもんね。中小企業はつらいですな。谷川は酔っ払っていたのもあって、かなり失礼な発言を連発していた。俺は溝口係長がいつ切れないか心配だったが、普段から温厚な係長は決してその態度を崩さず、最後まで大人の対応をしているのがすごいと思った。酔っ払いすぎて足取りがおぼつかなくなった谷川を2人で抱えながらタクシーになんとか乗せて見送った。係長まで巻き込んでしまって申し訳ありませんでした。いいや、今まで谷川さんへの対応を任せっきりにしてしまってすまなかった。もし今回みたいにあまりに無理を言ってくるようなら相談してくれ。ありがとうございます。俺は少しほっとしながら、これ以上谷川が無茶なことを言ってきませんようにと祈るばかりだった。だがこの願いもすぐに打ち砕かれることになるとはこの時は想像できなかったんだ。翌週谷川と打ち合わせをする機会があったのだが、そこで言われたことに俺は耳を疑った。こないだの店はなかなか良かったな。またあそこで接待してくれよ。係長が言ったことを覚えていないのだろうか。申し訳ありません。この前上司の溝口がお伝えしたと思いますが、あのような接待はできないんです。接待ではなく、お世話になっている谷川さんに喜んでもらおうと個人的にしたことですので。はあ、それがなんだって言うんだよ。それならこれからも個人的に接待してくれればいいだけの話だろ。それはさすがに。そうかそうか。確かに君の会社の給料じゃいくら係長といえどももらえる金額は知れてるもんな。そこまで無理言っちゃ悪いか。俺が接待を断ると、谷川はいつものように安月給はつらいねなどと言って笑ってきた。谷川の会社に比べたら少ないかもしれないが、うちの会社は社長が社員のためにできるだけボーナスも出してくれるし、給料に不満を持ったことはない。それなのに谷川は下請けの中小企業というだけで見下したことばかり言ってくる。さすがの俺も我慢できず言い返しそうになったが、係長の大人な対応を思い出してぐっとこらえたんだ。まあ考えといてよ。いい返事を期待してるから。俺は谷川にまた接待を催促されたことを係長に伝えた。すると係長はため息をつきながら、困ったなあ。斉藤、確かゴルフは結構できる口だよな。と俺に聞いてきた。はい。ゴルフ接待なら経費も落ちるだろう。谷川さんにゴルフはどうかと聞いてみてくれ。わかりました。谷川もゴルフは好きらしく上機嫌で快諾した。そして
ゴルフ接待当日、谷川は後輩社員も連れてきて、俺と係長、谷川と後輩社員の4人でコースを回ることになった。俺、実はゴルフは結構いいスコアを出してるんだよね。嬉しいよ。それは良かったです。斉藤くんはゴルフなんて経験ないだろ。コースを回るにもまあまあの料金がかかるからな。君の安月給じゃ打ちっぱなしに行くくらいじゃないか。はあ、元請けと俺のやりとりに後輩社員は少し戸惑っているようだった。やはり下請けにこのような扱いをすることは普通ではないのだろう。谷川さん、そんなこと失礼じゃ。いいんだよ。元請けの方が立場は上なんだからよ。谷川は後輩の言葉にもニヤニヤしながらそう言った。そして俺にとんでもない提案をしてきたんだ。今日は会社の金でゴルフできるからよかったな。そうそう、この前の契約の話だけど、俺に勝てばいいねで契約してやろう。本当ですか？なんだ、もしかして俺に勝てるとでも思っているのか？谷川は俺の言葉に高笑いしていた。そんなこと冗談でも言ったらダメですよ。はあ？お前、先輩に指図するのか？俺がいいと言ったらいいんだよ。斉藤くん、全力でやっていいから。ちゃんと当たるかどうかもわからないけど。谷川は俺がゴルフをやったことがないと思い込んでいるようだった。そうやって笑っていられるのは今だけだ。自分の言葉に後悔するがいい。その言葉を聞いていたキャディーさんが俺の方に近づいてきて、こっそりと「やりましたね。契約成立ですね」と言ってくれた。その通り、谷川が俺に勝てるわけないんだ。本当に忖度せずに思いっきりやっていいですか？もちろん。わかりました。では約束は守ってくださいね。1ホール目が終わる頃には谷川の顔は真っ青になっていた。斉藤君、ゴルフの経験あるなら言ってよ。聞かれなかったので、まだ1ホール目ですけど大丈夫ですか？実は俺は子供の頃からゴルフをやっていて、ジュニアの大会では全国大会で入賞したこともあるくらいだったんだ。しかし腰を痛めてしまい、それからは趣味としてゴルフを楽しんでいた。このゴルフ場は毎週のように来ているし、キャディーさんも顔見知りばかりだから、俺の腕前がどれくらいかはみんな知っている。ホールが進むごとに谷川の顔色は青くなり、自信があるようだったプレーもめちゃくちゃになっていった。係長には俺がそこまでの腕前だとは言っていなかったから驚いていたが、もっとやれというようなアイコンタクトを送ってくれたので、思いっきりプレーした。結果はもちろん俺の勝ち。谷川は係長のスコアにも負けていた。それでいいねで契約してくださるんですよね。あんなのは冗談に決まってるだろ。帰る。谷川はしどろもどろになりながらそう言い捨てて帰ってしまった。翌週、谷川の会社の上司から連絡があり、俺と係長に謝罪をしたいという。谷川の上司がうちの会社にやってきて頭を下げたんだ。実は谷川が下請けの会社に無理な要求をしたり、接待を強要しているというから契約をやめたいという訴えが他の下請け会社からあったそうだ。それで後輩をゴルフ接待について行かせ、どのような発言をしているのかボイスレコーダーで録音させていたという。下請けの社員を見下すような発言や、勝てたらいいねで契約するなど、社員としての品格を疑うような発言の数々に、上司もこれは見過ごせないとなったらしい。しかもこれはうちの会社だけではなく、他の会社にも同じことをやっていたこともあり、会社として処分を下すことになったという。俺と係長はこれまでの谷川の発言や夜の店に連れて行くよう言われたことなどを伝えた。上司は平謝りで、いいねでの契約はできないが、なるべく条件を良くするので、今後も付き合いを続けてほしい。谷川が担当になることは二度とないからと言われたんだ。わかりました。谷川さんが担当でなくなるのであれば、しかし下請けだから見下していいとか、そういう意識を社員が持たないようにしていただきたいです。係長はそうきっぱりと言ってくれた。その後、風の噂で谷川がクビになったと聞いた。あまりに下請けからの苦情が多く、
減給と左遷の処分が下ったのだが、それに逆ギレして上司につかみかかったらしい。今はどこで何をしていることやら。俺は仕事相手が自分より上だとか下だとか計算することなく、敬意を持って仕事をしていこうと思った。